もうジャバジャバしてないともうグーってきてプイッて帰っちゃう。見に来てまあきついよね。まあでもこんなもんじゃない。1年間やって1回もね当たりもない人いるぐらいだからね。ロットがねプラキストンの 706M4 ってこう4ピースのパックロット。セミやるにはちょうどいいぐらい、硬すぎずなんかやわすぎずっていう感じで、リールがイグジスの PCLT2500 って2500番、ラインがナイロンの8ポンドアドバンスかな。これぐらい波がないとナイロンライン水面に張り付くから、まあこれぐらいフロロのリーダーある PE でもいいんだけど、まあ、セミの釣りとそんな遠投もいらないんで、とりあえずバレにくさもあるからナイロンで、ルアーが福ゼミプラスチックでも作ってるけどやっぱ元祖の方が釣れるんですよ。そうだね、やっぱ作った時の執念が違うもんね。最初は僕の、友人で古い友人、あきらくんっているんだけど、彼とこう尻別川で釣りを去年行ったあそこで釣りしてる時にセミを食ってたんですよ。目の前でニジマスが流れてくる。でそれを見てこれぐらいの汚いセミのルアーを作ってたんですよね。それが最初で、それが僕がもう19、20歳ぐらいだから、もうほんと30年ぐらい前で、青函堂さんっていう千歳の釣り具店にあそこに行くようになったのが28の時だから、それこそ24、5年前。でそこの当時ねもう亡くなったお父さんが「お前このセミ支笏湖で釣れるからもうちょっと飛ぶようにしてこい」なんて言って、そこで作り始めたんだよね。それが2000年とか2001年とかで、こうやってたら店で販売してたりしてもらってた時に、みんなで改良しながらスカジットデザインズってほら皆川哲さんってがたまたまお店に来て、でなんでこのセミいいじゃねえかよって、作ってんの誰だよなんて言って、で僕がレジの横に座ってたからお父さんが「こいつだよ」って言って。それが出会いですか？そうで皆川さんがこれいいななんて買って本州に持って帰って、なんかこう山水さんとか、に紹介してくれたりして、でこうただの普通のセミの形だったんだけど、もう背中に「福って字書けよ」なんて言われて、縁起いいからだるまみたいなって言われたらこう福って書くようになって、でも福士君のセミだから福ゼミだななんて名前つけてくれて、それで福ゼミになったんですよそっから。当時はねなんかね僕ら支笏湖で釣れたことがなかったから、最初その青函堂のお父さんにも支笏湖行ったら釣れるぞなんて言われたのは嘘だとかって言ってたんだよねあんなん釣れるわけねえとかって言ってたんだけど、ポチャンってやったら釣れて、いきなりガバって出て釣れたと思って、それからもっとこうどんどん釣れるようにっていうか、当時の仲間と釣れるようにどんどん改良してって、最初はアワビも張ってなかったんだけどさ、セミって水面に落ちるとこう羽がキラキラ光ってるんですよ。でも羽をつけると飛ばないしフッキング悪くなるんで、こう羽の光の代わりにアワビ似たようなのを貼って、お腹の色っていうよりこうなんか羽とかのこうなんか多分あいつら全体的にぼやっと見てると思うんで、その感じをやって、でハレゼミこんな色してないんだけど、見やすいようにエゾゼミの黄色で描いて、
ちっちゃいの作ったりすごい大きいの作ったりとか羽つけてみたりとかいろいろやったんだけど、最終的にこの針のサイズとか全部考えたマストがなんか今のサイズ、16、17年2008年ぐらいだったと思うんだよね。まあ、あんまりこうやって言ったら怒られるかもしれないけどさ、メーカー始めるとさ、こうセミのルアーとかもこう作ってるじゃないですか。どうしてもこうコストを考えるでしょ。あんまり高いときっとみんな買えないよなとか、あとそんな高いのにとか、そういう制限ができた中でさ、こう作るのとやっぱこういうのとは違うもんね。今だいぶ綺麗な言い方したけどねこれ福ゼミは本当メーカーになろうとも考えてなかったしさ、たまたまどうしても釣りたくてこう身内でいや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 って作ってたのが引っかかって後々売ることになってさ、これがきっかけでメーカーとかも始めることになるんだけど後から。でもそれは違うよね。本当ただひたすら釣りたくて作ったセミだから。そうちょっと糸取っ替えようか。これ波ある時はねこれナイロンの方がいいんですよ。で8ポンドが僕ら魚が出る限界の太さだと思ってるから、ザブザブの時は関係ないんだけど、10ポンドになるとちょっとやっぱあんまり出ない気がして、で8ポンドが一番いいんだけど、ナイロンって伸びるじゃないですか。でトップだからこうなんていうの皮一枚の雨がかりもよくあって、全部がナイロンだとほら伸びてくれるから全体的に割れにくいんだよね。でこう直結するんで、こう1匹釣れたら切ってまた結び直すって言って、リーダーだとどんどん短くなっていくでしょ。そんなには釣れないんだけどね。これだとこう取っ替える時もどんどんあんまり気にせずできるからなんだけど、こうやって鏡みたいな日にこうやって糸がすごくねナイロンの水面に張り付くんですよ。こうやってあれがやっぱちょっと気になって、で僕ベタの時は水にも馴染んじゃうフロロのリーダーを短くつけるんだよね。 PE に今ちょっと取っ替えようかなと思うんだけど、お昼とかになって気温上がれば多分何本か風出ると思うから、やっぱジャップジャップ言ってる方がいいんだよね。ってあんまり荒れてるとダメみたいなイメージが。ああ逆もうバッチャバチャ言ってる方がいいね。クリアだからとかあ、多分ねそういうことだと思うよ。ほんとねすごいやつここでやってるとこうやって見えるじゃないですか。で至近距離まで来るんだけどスーッと浮いてきてスーッてねスーッて沈んでいくんですよ。でもほらミノとかと違ってさ、これドライフライと同じ釣り方だから浮かせてるだけじゃないですか。食わした時はやった感が大きいよね。リアクションとかじゃないからね。もう完全に騙せたんだなみたいな。マックスパワー PE の08でリーダーがビッグトラウトショックリーダーだったかな。フロロの8ポンド。すごいね、もう波一つねえな。あ、たまにねツンってやる。よくこうやる人もいるんだけど、プン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 って、それ多分ね好みだと思う。僕もやったりやらなかったりだけど。セミはあんまり鳴いてないように感じるんですけど。鳴いてないよ。セミはあんまり関係ないです。もうこのロケをやるとセミ鳴かないよねいつも。去年雨だったしね。ね。もしかして方がいいのかな、もしかして。もちろん日がっと照ってなった方がまだ。やっぱり日が出ると鳴き始めたり。鳴くね。気温上がると急に鳴くから。リーカーってあんまりいいというイメージなんですけど。意外と僕は
こうどべたの時って雨が降ってる時がいいんだけど、なんか都合のいいこと言うと天気が良くて風がある時、表面ちょっとサワ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 する方がいいよね。ザブザブの方がいいんだけど、雨でもいいんですね。雨でもいい。雨の日の方がね、なんか水面こう叩かれてて、多分こう糸とかやっぱり波と一緒でなんか違和感消えるんだろうね、少しね。これ今こんなんだけど、もうちょっと波あった方がね分かりやすいんだよね、どこにあるか。リーダーのテストから何の今はなんだろう、これダブルユニかな。普段パロマーが多いんだけどさ、リーダーをたくさん失うじゃんあれ、パロマーノックだと。だからスナップもいいんだけど、なんかねトラブることが結構あるんだよね。例えば状況良くないなってスプーン使ったり、こうね地組の1個2個入ってるけど、やるときはスナップ使うんだけど、セミがね着水と同時にこうフックに絡んだりしたまま流れてる時とかあるから、それ避けたいんだよね。飛距離もあれぐらいで十分だしね、セミの時って。セミって落ちるのあの辺じゃん。あんまり沖に落ちてるの見たことないからね。じゃあちょっと行ってみましょうか。あんまりなんもないし。ここね、そう深いんだよね。だからあんまりこうあんまり居ついてる感じじゃないんだよね。フライだとこうドラグかかるじゃないですか、ラインに。普通こうメンディングできるんだけど、ルアーロッドとそんなできないんで、もう僕ベール返して川と同じこと出してっちゃうんですよね。でそんなビロンって伸ばしてフッキング大丈夫かって心配する人もいるんだけど、慌ててフッキングすることないで、もう持ってってからでいいんで、もうそのままむしろ水面に張ってビンってフッキングする感じで、なんだろう、このままベール返したままにしておくとどんどんこう早く流れてっちゃうんで、セミがたまにこう緩めてあげるっていうのをやるのが、なんかこういう時はコツかな。打つ方向とかもこうルアーのトップウォーターっていうのじゃなくて、ドライフライの釣りをする人のを参考にした方が、やってることは本当ドライフライと一緒なんで、浮かせていくだけなんで、そっちの方が参考になるよね。なんかこうクローラーみたいなこう羽ついてるんで、こうパチャパチャ引っ張ってくるんだったら、固流に向かってもまっすぐ打つのがいいんだけど、なるべくポイントはほらやっぱり波が当たる方がいいから、もう風下に入るっていうのもで、なんかこう鉄則っていうか一番近道なんだけど、どうしてもそううまくいかないじゃないですか。風って山だから巻くし、そういう時はこう張りっぱなしじゃなくて、でキャストしたらなるべく一回もう水に糸を張っちゃって、 PE の時は特にね、風でどんどん持ってかれるんで、あとこう水の流れに任せて、今はこうすぐ至近距離にあるんで、ちょっと巻いて張り気味にしとく。で自分のこの糸がなんていうんだろう、こうドラグかかってこうしの字になり始めたら、少しこう出してフリーにしてあげるっていう。ガバッて出てバーってやりがちなんだけど、そんな慌てなくていいんで、自分のセミなくなったのを確認してからこうなんかゆっくり合わせるぐらいでもいいんで、上でも下でもいいんだけど、水面に糸張ってる方がフッキングしやすいしね。
上がるか。今日はもう4時です。朝からこれぐらい吹いててくれればいいけどな。昨日76、今日86。釣れそうだね。ちょっとドロドロ多いから移動したいけどね。乗らんかった。まあまあいいの出たけど乗らんかったね。リーダー？ちょっとリーダー長めにしようかなと思って。いつも短いスタートなんだけど。アメマスがつっついてる。うぐいじゃね？イワナでしょう。結構いいのがブラウンが見に来てさ、プイって帰ったところにこれがチビアメくん。そう。あれじゃない方欲しかったけどね。多分ね今日も吹くんだけど、ここから風向きがちょっと北と東風つくから昨日ほどは波出ないと思うけどね。食わんかった。ああいうの悔しいでしょ。なんかさ、見に来ただけあれ、グッて一回見に来て触ってる、見に来ただけ。北風吹くのがもう遅くなっちゃったから、東風の方が先につくんで、ちょっと西側の方がなんぼかまだサイズも大体同じぐらい、福ゼミと開発中のやつ。本物のセミに近づけて平らにしちゃうと飛行姿勢が悪くなって飛ばなくなるんですよ。あとこうツンってやった時に水に刺さると波紋が出ないから、ツンってやった時にこうどっちかというと上側に出てもらった方がいいから。そんなんばっかりやってきたから。おおいいね、釣る人は釣るね。そうなんですよ。この状況だったらまあ完全に俺寝てたもん。足立さん釣るんだよ。この釣りではもうド定番の福ゼミとうちの新虫も結構実績あるもん。実績ありますよ。をこう合わせて、福士さんとコラボでやろうとしている新福ゼミっていう。で今回バリバスさんのロケにちょっと便乗させてもらってテストをね、していいですよ。さっきもキャストしてましたけど、もう2号機でもう結構かなり完成に近づいてます。そうだね。っていうことで、この状況でよく出たなと思って。そうですね。さすがです。もうちょっと状況良かったらね、もっと多分出たよね。結構魚もスクールしてたんで、ね、あんまり上見てないなっていう気はしたんですけど、私もさっき半分寝てましたけどびっくりしましたよ。それぐらいの方が先が消えて釣れるんです。釣れなかったですけど、こんなもんですよ。こんなもんです。釣れるときは釣れるしみたいな。もうちょっとね波出て、多分昨日の波がザブザブしてた時にバショって出たでしょ。あれが一番良かった。あそこで釣れなかったのがちょっとダメかな。まだまだかな。もうね4時も近いんで上がりますけど、今ほらいろいろ危ないじゃないですか。危ないからゆっくり出てきてセミの鳴いてる時間帯やってで楽しんで帰るっていうのがいいんじゃないかなと思う。浮かべとくだけでねチャンスは平等なんで、
かかるまではね、うまいも下手もな、本当運次第なので、この釣りは誰でも楽しめるし、いいんじゃないかなと思って。ラインシステムはね、もう僕もいろいろ話したけど、基本はああいう組み合わせ方で、その中でこう自分の釣り方に合ったのをなんかチョイスしていけばいいんじゃないかなと思う。例えばこう川とかでやるときにさ、よくこう先行者がいると、こんなに無理に追い越しちゃったり先にやりたいからとかっていう方もいるけど、セミに出る魚とミノに出る魚と違うんで、先行者を見てなんかこう見ててこうちょんちょんってやったらミノだなと思ったらセミでいいし、その後でも全然出るんで、例えば同行者と2人で行くの、2人でセミを打ってからなんかこうフォローでミノを投げるとか、あと1人がこうミノで1人がセミとか、そういうのもできるし、で僕なんかよくフライの友人と行くんだけど、フライフィッシングの邪魔にもならないんで、セミの釣りって。でシーズンも北海道だとセミが鳴き終わっても刷り込みが効いてると秋口までトップは通用するから、意外と長いですね、期間ね。そんな感じかな。もっとなんか気楽にやれる釣りだから、気楽に楽しんだ方がいいと思う。